はい、今日はですね、ドゥカティが2010年に日本に導入したムルティストラーダ 1200S ツーリングエディションに試乗しています。スポーツ走行に適したスポーツモード、ツーリングに適したツーリングモード、市街地走行などに適したアーバンモード、そしてオフロード走行に適した、エンデューロモードということで、4つの走行モードを駆使しながら、ありとあらゆる場所をツーリングできるというのが、このモデルの最大の売りなんですけれども、走行モードを変更すると、まずエンジンの出力特性、トルク特性、そういったものが変化します。そしてそれと同時に、大輪製の電子制御サスペンションが搭載されているんですけれども、自動的にその走行モードに適したセッティングに切り替わるということになっています。DTC、ドゥカティトラクションコントロールも搭載されていて、そのセッティングもですね、各走行ステージに合わせて変更されるということで、これだけのものが連動して切り替わるというのは、他にはないんじゃないかなと思います。せっかくこのムルティストラーダ 1200S ツーリングエディション、久々に試乗するので、そのあたりもじっくりと検証してみたいと思います。搭載されているエンジンはテスタストレッタ11ディグリーということで、この名前についている11ディグリーというのは、給排気バルブのオーバーラップ角度を示しているわけです。通常ドゥカティのもっとスポーティーなモデルはオーバーラップの角度がもっと大きいんですけれども、例えば40度前後とか、非常にそのオーバーラップ角度が大きいわけですけれども、その角度が11度まで狭められているということで11ディグリーという名前がついているんですけれども、これによって低回転域でのトルク感のアップ、それと燃焼効率の向上、そういった効果が得られるようになっています。どこどことした強いトルク感、そしてパルス感があって、このテスタストレッタ11ディグリー、非常に楽しいエンジンになっています。この走行モード、好みに合わせて自由に変更すればいいとは思うんですけれども、こういった高速道路の走行ステージに合っているのは、ツーリングモードということなので、ちょっとツーリングモードに切り替えてみたいと思います。モードの切り替えは左手、ウインカーキャンセルスイッチ、これによって行います。カメラ位置が遠いので捉えられるかどうかわからないですけれども、アーバンモードからツーリングモードに変更してみたいと思います。まずウインカーキャンセルスイッチを1回押します。そうするとメニューが開くので、4つある中からツーリングを選択します。そしてその状態でウインカーキャンセルスイッチを長押し。はい、今切り替わりましたね。そして1回スロットルをオフにすると、はい、今完全に切り替わりました。こうやってですね、各走行モード非常に簡単に切り替えることができます。先ほどのアーバンモードだと高速道路の例えばつなぎ目とか多少ふわふわとした感じがあったんですけれども、このツーリングモードに切り替えると乗り心地はそんなに変化せず、非常にソフトで柔らかな乗り心地なんですけれども、ギャップ、そういったものを乗り越えたときに一発でストンと収束するような、そういったサスペンションのコシが出たような気がします。アーバンモードよりはずっとエンジンのレスポンスが鋭くなったような気がしますね。ただかといって鋭すぎない、なかなか扱いやすいセッティングになりましたね。パカッと開けてもトルクがふわっと立ち上がるので、おそらくですね、これであればロングツーリングの時の疲労軽減にもつながるんじゃないかと、そんな気がします。アーバンモードに切り替えると足回りのセッティングが変更されたことによってハンドリングも変わりましたね。軽い力でバンクできるので、こういった広域農道であったりとか、あまり速度の上がらない場所、こういったところをですね、とことこツーリングするには実に楽しいモードです。ギア比としてはですね、こういった低速走行、ドゥカティのスポーティーな L ツインとの組み合わせでは厳しい部分が本来はあるんですけれども、アーバンモードに切り替えたことによって非常に走りやすいです。ドゥカティでこういったとことことしたツーリングを楽しめるというのも非常に新鮮な感じがします。ムルティストラーダのエンデューロモードで走り始めたんですけれども、これが先ほどまでのムルティストラーダかと思うぐらい足回りが柔らかくなったので、オフロード実に走りやすいですね。思った以上にタイヤの方もグリップしてくれてるなと、そういう感触があります。トラクションコントロールの機器もですね、適切な感じがしますね。路面を捉えながらパワーを間引いてくれるという感じがするので、実に走りやすいです。やっぱりですね、このテスタストレート11ディグリーの低速域での扱いやすさがやっぱりオフロードでは結構効いてますね。実は私はこのムルティストラーダが日本に発表された時、北海道で行われた発表試乗会に参加してるんですけれども、その時にもオフロードに入ったんですけれども、調子に乗って奥に入りすぎて、実は折り返さなきゃいけないような、そういう林道だったんですけれども、実はそういった時もですね、この車体の軽さが非常に武器になりましたね。大型のアドベンチャーモデルだと車体を切り返して、折り返すと
U ターンするような時にも非常に苦労するようなことが多いわけですけれども、このムルティストラーダ、車体が軽いので、意外とハードなオフにも臆せず入っていけると、そういう特徴があります。今日こうして改めて河原を走ってみても軽さ、これがですね、他のアドベンチャーモデルとの違い、大きな使いやすさを生んでいる、そんな気がします。ドゥカティのムルティストラーダ 1200S でワインディングを走り始めました。ここはですね、ワインディングということでスポーツモードに切り替えたいと思います。今スポーツモードに切り替わりました。ツーリング中、いろいろ走行ステージ、ワインディングであったりとか田舎道があったりとか、いろいろ目まぐるしく変わると思うんですけれども、気軽にモードを切り替えられるというのは実にいいですね。そうですね、先ほど、アーバンモード、前後の足回り柔らかいモードだったんですけれども、モードが完全に切り替わった瞬間に、足回りがですね、ギュッと、ダンパーが締め上げられたような、そういう感触がありました。アーバンモードのようにふわふわとしたところがなくなって、前後足回りがですね、非常にダンパーで締め上げられたような、そういう感触が強いです。そしてまた大きく変わったのがスロットルレスポンスですね。先ほどのアーバンモードのまったりとしたスロットルレスポンスとは打って変わって、右手に忠実にレスポンスしてくれている、非常にダイレクトなレスポンスに変わりました。ここからですね、しばらく高速コーナーが続くようなワインディングなんですけれども、倒し込んでる時間長いんですけれども、その間の安定感も素晴らしいですね。ソフトなんだけれども、踏ん張るところではちゃんと踏ん張ってくれている、この辺りはさすが全部オーリンズ製のサスペンションだな、そういう感じがしますね。前後のブレーキ、カツンと効く感じではなくて、非常に扱いやすいんですけれども、制動力は十分、フロントはですね、さすがに、ブレンドの、キャリパーということで、ほとんどの場合はもう指1本で十分なブレーキングができる、そんな感じですね。あとリアブレーキ、リアブレーキはですね、意外なほど使いやすいですね。スポーティーな、ドゥカティということで、もうちょっと効かない設定を想像していたんですけれども、ワインディングでもこうやって倒し込んでいる途中に、トラクションのコントロール、リアブレーキ使うことが多いと思うんですけれども、制動力もありますし、非常にコントロール性も高くて、このリアブレーキは使いやすいですね。ドゥカティはですね、このムルティストラーダ 1200S に、4台のオートバイを凝縮したと言っていますけれども、その言葉にたがわぬですね、非常に変貌ぶりというか、走行モードの切り替わりっぷり、これが楽しめますね。4つの走行モード、エンデューロモードはですね、なかなか試すことはできないと思いますけれども、いずれにしてもこの4つの走行モードをじっくり味わってみるには、ある程度の時間が必要かと思います。でなかなかですね、まとまった、時間で、試乗できる機会というのも少ないと思うんですけれども、もしですね、そういう機会があったらこのムルティストラーダ 1200S、この走行モードによる走りの違い、ぜひ味わっていただきたいです。